はーい、こんにちは。柴崎だよ。元気いや元気じゃないよね。暑いしね。うん。どうしてる柴崎ね、結構、生姜を吸ってね、冷ややっこで食べたりしてる。ねえ、暑い時は冷ややっこいいね。まあ、そんな中ね、あなたからのね、もう本当に心温まるコメント。もう、こういう場でた時にはね、もう本当に元気になります。ありがとう。コメントの内容いろいろですね。読むとね、本当にあなたの様々な状態が本当に手に取るようにわかる感じがします。もう柴崎も本当にいつもうなずいてる。ね。本当に柴崎はもうコメントね、全部読んでるからね。ね、本当にありがとう。また、高評価もね、してくれて、本当にこれも柴崎の励みになってます。まあそういうしながらね、この、なんていうか、200万人登録者数ってね、すごい数字に今、まさに近づきつつあるんですよね。ありがとう。まさかこうなるとは想像してなかった。うん。本当に柴崎生きたらね、こうなると想像してないけど、もう一歩のところまで来てます。まあ、もしよかったらですね、もう一力貸していただいて、その大台に柴崎乗った姿をあなたに見てもらいたいなと思ってます。はい。さて、今日のテーマなんですけどね、暑さを吹き飛ばしていきますよ。これです。はい。ね。暑い暑いという、ちょっと暑そうな黄色い本だけどね。これ、グラフィック社さんから出た新装版透明水彩風景画を描こうっていう本です。もう知ってるよね。これおかげさまでね、本当に今、たくさんの方に注目していただいてるんですよ。アマゾンなんかで、すごいいいところのランキングいるんですよ。うん。で、もうそうだったら、じゃあ、この内容をね、まだこの本、ね、手に取って見てないあなたに、ちょっとね、中一部抜粋してね、この動画でお見せしようかなって、グラフィック社さんにちょっとね、相談したところ、もうぜひっていうことだったので、今日それやります。ね。さあ、この中にいろいろ書いてあるからね。その中に一部抜粋です。じゃあ、早速ね。まあ、そうだ。この本の一番大事なポイントはね、太い筆。太い筆で書くよっていうところは、もう一番のミソなんだけどね。柴崎もこんな太い筆で書くからね、見てください。さあ、それでは行ってみましょう。はい。はい。それじゃあやってみましょうね。この本ですね。透明水彩風景画を描こうという本ですよ。この本のね、一番のね、まあ、なんていうか、見せ所というかね、大切なところはね、実はここなんですよ、まず。ちょっと見せちゃうね。どういう考えでこの本が作られているかということです。どこだったっけな。それはね、これだ。このね、基本を丸筆一本という。これがね、この本のね、一番の基本なんですよ。本当に。これ、実寸大の筆です。もうこの同じ筆はもうね、廃盤になっちゃってるんですけども、これ同じ筆です、これ。柴崎だいぶ使い込んでボロボロになっちゃったけどね。はい。この20号の丸筆で、この本はね、全部絵を描いてあります。はい。ここがね、大事なところです。もうね、水彩描くとどうしても失敗を恐れてね、細い筆でね、少しずつこう絵の具を付け足して描いている人、あなたはどうですか？そうじゃないよって考えです。もう20号の丸筆一本でね、全部描いてみましょう。絵は大きく描く、水彩は大きく描いた方がうまくいくんだよっていう考えですね。で、その中の今日あなたと一緒にやるのはですね、このページです。にじみの効果というわけですね。はい。で、これ20号の丸筆です。
で、だからウェットインウェットという効果です。にじみね。乾かないうちに次々と色を足してにじませるという、もう水彩では一番楽しいテクニックです。で、ここでね、まず夕焼け描いてるんだけども、いや、それだけじゃないよ。こうにじみの効果がね、一番楽しいんだから、樹木も描いてみようっていうんで、木も描いてるんですよ。はい。で、今日はあなたとね、にじみの効果、ウェットインウェットでこの木の描き方を一緒にやってみますね。はい。まあこれ、どうしても紙面の都合上ね、こう、3パターンしか載せられないんですけどね。動画ですので、これをね、流れ切らないでね、はい。同時進行で、ノーカットでね、お見せしますからね。はい。では、これです。じゃあやってみますね。よいしょ。で、だから必要なのはね、20号の丸筆です。もしなかったらね、まあ細い筆でもいいけど、できれば太い筆がいいね。うん。それとですね、まあ太い筆だから、まあこの本の中にね、もういろいろ書いてあります。いろいろ。うん。とにかく、このね、太い筆で書く、これを十分に水彩の効果を生かしきるには、パレットはどんなパレットがいいとかね、どこはみんな書いてある。うん。書いてあるからですね。まあそれはいいかな。ね。で、今日書くのはだからこう20号の丸筆なんですが、それとですね、なんかこう引っ掛ける筆もんですね。カリカリっと。こういうとこ。ね。木の枝を引っかくから。こんなもんとかですね。なかったら指の爪でもいいからですね。はい。そういうことです。まあいきなり書いても難しいでしょうから。じゃあ形書くね。まで1、2、3ぐらいかな。例えばこの辺とちょっとずらしてこの辺ちょっと形がこうなってるでこうだね。それでこっちとこの辺でいいかな。でこう明るいとこね、これ木の日向の部分です。でここ日陰の部分ですね。まあそう思ってください。まあ日向のところに日陰があるのはわかるよね。でも日陰だけのとこもあるんですかって思うでしょ。あるんですよ。ね、向こう側に手前じゃなくて向こう側の部分です。向こう側の部分は日陰なんですよ、こうやって。この木見てください。で、これをウェットインウェット、にじみの効果で描くというわけですから、まあ乾かないうちに描くというわけですね。はい。だからたっぷりのこうね、怖がらずにですね、まあ思い切りよく塗るということからですね。そのためにはまずですね、まずこれだからちょっとイエローディープみたいな色でいいかな。絵の具をですね、濃いめにたっぷり研ぐということがまず大切なんですよ。これもテキストにこの本に書いてあるけどね、どうしてもね、薄めにこわごわ描くでしょ。違うんですよ、水彩ってのは。もう思いっきり鮮やかな色をたっぷり濃いめに研ぐと、これが基本中の基本です。柴月だいぶ力がいるね。まあこうです。まあ気持ちなんかちょっと他の色混ぜてもいいんですけどね。それでたっぷりと筆に含ましてきて、これで塗ってしまうんですよ。ね、それでまあ丸で描いてるけど、木の葉っぱだから少しジグザグしてるでしょ。だからこうやってなんていうかたまたまでいいんですよ。こうたまたまというか、意図的でもいいんだけど、少しジグザグの出っ張りをこう作ってですね、こうやってどんな形もいいです。はい、あなたなりの好きです。こうやってそれでこう形を作る。はい、今ね、柴崎画面少し斜めしてから垂れてくるでしょ。このくらい量が必要です。このくらいたっぷり塗るとこうね、あんまり乾かないからですね。慌てる必要はないんですよ。でまた次です。たっぷりと次のですね。例えばこうやって
こういうのはドライブラシと言います。これやり方もね、この本の中に書いてあるからですね。見てください。でこう自分なりの木のイメージの形ですね。次々とこう書いていきます。こうやって。それでですね、ウエットウエットですから、乾かぬうちにですね、少し他の色を足します。これが大事なんですよね。で、水の効果でにじませるってわけです。こうやってですね。NHK のあれでもやったけど、日向にはですね、強い日向と弱い日向があるんですよ。で、太陽上から来てますので、同じ日向でも明るいところまではちょっと暗いところがあるのね。それをね、今作ってます。これにじみの効果で。たまたまできたのでいいんですよ。たまたまでいいんですよ。例えばこうです。ですね。例えばこうです。はい。綺麗でしょ？で、これ日陰です。日陰はその固有色の暗くて冷たい色ってわけだからね。例えば今ちょっとオレンジっぽくなったので、じゃあこのくらいの色かな。こう比べっこだからね。ほらこれくらいこっち少し冷たく見えるかな。クリムソンレイキです。もし冷たくならなかったら少しブルー系の、これプルシャンブルーだけどね、少し加えてもいいんですよ。で日陰で、これもたっぷりと濃いめに溶きます。と言ったら塗る。でこうやってどうやってにじむかを見ていきます。ですね。はい。たまたまできた形でいいですから。こうかな。ね、柴田家もこのお手本通りには ならないけどね。それは当たり前だよね。こうやって、で、またここら辺だよね。こうやって。自分でね、ここは日陰かなと思われるとこを書けばいいんですよ。こうやって。そうしますと、ほら、時間の経過のために少しずつにじんできます。はい。ここら辺もですね。こうやって、たっぷりの絵の具でこうやって境目がにじむというわけですね。それからこうですね。こちらもこうやってこうですね。はい。で、もしにじまなくなってしまった人はですね、霧吹きで少しですね、ちょっとこうやってちょっとですね足すと そこがまたにじみ始めます。ただこれあまりやりすぎるとわーっと流れちゃうからですね、気をつけなきゃいけないんですけども、こうやってにじみ始めます。はい、こうですね。そうしたら今度はね、日向と日陰の境目をもう一度暗くにじませるんですよ。日向と日陰の境目、例えば日向と日陰の境目、ここら辺ですよね。ここら辺をですね、ちょっと暗くね、にじませます。こんな具合に。そうするとここが反射の明るさっていうふうに見えてきてですね、余計立体感が強まります。はい、同じことが言えますね。これ何回乗っけてもいいです。またこれも日向と日陰の境目ですよね。例えばここら辺ちょっとあった方がいいかなとかですね、ここも同じことになります。基本的な考えは同じだからね。こうだよね。これでね、立体感が一層強まるわけです。こうかな。どうでしょう。そしてまだ濡れています。濡れてるので、この段階でね、日向に日陰に見える木の枝は日陰に見えますから、日陰に見える木の枝を描きます。例えば爪でこうやってもいいです。こうやって、もちろんそうじゃなくて、こういうものってですね、ここら辺から木の幹があるなというイメージで、それでご自分で木のこれ失敗すると黒い枝になります。だから失敗してもいいんですよ。全部
全部ね白い枝にならなくていいんですよ。はい。だからたまたま失敗してね、それがね黒い枝になって、それも素敵です。はい。ね、あるいはここでこんなやつね。まあいくつ引っかいてもいいんですけども、細い枝なんかこうやるんですね。これなんかこう結構太いなんかも引っかいて大丈夫です。こう太い枝があってもいいですよね。はい。面白いでしょ。こんな声なんですよ。それしてね、もう十分にじませたなと思ったら乾かします。はい。まあもっともっとですね、立体感つけたかったらですね、こう乾いた時にですね、こうまたさっき言った日向と日陰の境目のこういう境目にもう一回のこう軽くこうやって暗い色をですね、こう少しこう足してもいいんですよね。足すと余計に立体感が生まれてきます。まあでもあまりこれ過剰にやるとですね、せっかくねウェットメイトの効果でねこう綺麗にできたのが、まあテクニックとしては怪しくなるからですね、まあほどほどなんですけども、ちょっとやるって方法もあるというわけです。まあそれはこういうね弱い日向のこういうのをまたこう一部こう重ねてあげたり、質感もですねもっと強まってきて、あなたの絵がさらにこうグレードがアップするということもあると思います。こういうやり方ですね。はい。そうこうなったら木の幹をつけます。木の幹はこれちょっとこう負けてあるけど、別にそうしなくてもいいんですよ。あなたなりの木の幹でいいんですけども、木の幹茶色って決まってないけどね、まあそれっぽい色でいいかなですね。はい。どんな木の幹にしよう。じゃあこっちこうなってから逆向きしますか、こっち向きにしますか、こうやってですね。どうしようかな。でこっち曲げる。ちょっとこう曲げてみるとね、それも味があっていいんですよね。なんかね、あなただけの木ですからね。はい。それでこの20号の筆でね、とにかくこの絵は20号の筆しか使ってないからね、20号の筆でどうやったら細い枝が描けるかっていうのもね、この本の中にちゃんと載っています。はい。だからそれねご覧になってですね、参考にしてください。でこういうところにこうやって突き出すと、からこういう日陰のところにこう見えるんですよね。こう日陰のところに木の幹や枝が見えますので、日向には見えない。そこは大切なところです。こう例えばこうですね。はい、ですからここは見えないんだ。ここからこう見えるわけですよね。でこう見えていってこうなっていて、これにつながっているんだというするとこう、絵に整合性が出るわけですね。もちろんこの枝ぶりはあなたなりです。どっちの方に描こうと全然自由ですね。どうしようかな。ここでこう曲げて、ここでいいか。なんかこうギリギリになっちゃったけどね。ほんとこう木の幹や枝をね上手に描くとですね、いかにもねそういう感じに見えてくるんですよねって。こここんな描こうかな。どうですかこちらもこの辺からこう来ようかな。こう来てこうやってですね。こんな感じ。どうですか。こんな同じ考えですね。ここにもなんか枝つけましょうか。例えばこうだよね。これでずっと絵が楽しくなるかな。はい。実際の木ってのは枝がいっぱいありますので、こうね存分につけられてですね。ただ強い日向のところにはあんまり枝が見えないよということですね。それだけ
まあ、頑張ってくださればですね、いいかなと思います。こんな感じ？どう？木っぽく見えますか？まあ、こうやって書いてですね、せっかく秋になったので、円形のですね、この紅葉した絵とかですね、なんか描かれても楽しいんじゃないでしょうか。もう絵作りっていうのはね、本当に自由ですからね。あなたなりの絵を描くということになります。またほら、こうやってね、白壁みたいなのを描いてもいいしですね。はい。遠くの方に素敵なね、山を描いてもいいですよね。こうして絵がね、こう出来上がってくるんですね。どうかな。ということでしょ。はい、出来上がりです。太い筆で描いたでしょ。20号の丸筆だよね。で、これは、にじみの効果で描いたんだよね。もう柴崎いつも言ってますよね。水彩の一番の命はにじみ。だから、たっぷりの絵の具ですね。このたっぷり絵の具をたっぷり使えるには、太い筆に決まってます。だから20号の筆なんだよ。で、それを一気に描いていく。ここににじみの効果が出て、水彩ならではの表現ができるってわけですね。で、まあ、柴崎も今までにじみの効果でいろいろ絵描いてお見せしましたけども、多分樹木は真ん中だと思うよね。それを今回やってみた。樹木、ね、大きい筆使いでにじまして描くと、樹木のこの塊が描けるんだよね。葉っぱの一枚一枚じゃなくて。これは水彩に限らず、絵の描き方としてとても大事なことなんだよね。大きな塊で物が描けるということです。ねえ。見たでしょ？それが今日ね、伝わったら嬉しいな。はい。ぜひね、試してみてくださいね。たっぷりの筆。たっぷり絵の具と、太い筆ですよ。はい。ありがとう。はい。さて、そんな暑い毎日なんですけども、この暑さを吹き飛ばす、柴崎イベントがあります。そのお知らせです。その一つはですね、柴崎はこの7月の31日から8月の5日まで、東京西新宿にある画廊で個展を行います。ね。これね、広い会場なんだけどね、たくさんの方がおいでくださると思うのでね、予約制なんですよ。無料の予約制。それからあと、月に1回ね、アートクレヨンを使ったお教室を開いてます。これもですね、実は予約制なんですね。だから、この個展も、アートクレヨン教室もですね、いずれもその内容とお申し込みは、この動画の概要欄からお願いしますね。柴崎は、あなたとお会いできることを本当に楽しみにしてます。ね、待ってます。まあ、でもね、とにかく、なんたって健康第一だからね。もう暑いけども、熱中症に気をつけて、お互いにね、過ごしていきましょう。はい。今日も長い時間ね、最後まで見てくれてありがとう。はい。ねウェットイウェット、にじみの効果でしたよ。ぜひやってみてね。そしてまた次回、違うテーマ、違う作品で柴崎はあなたとね、元気にお会いしたいと思ってます。はい。それまで待っててね。はい。どうもありがとう。はい。はい。柴崎でした。